ガクアジサイの描き方の基本をやってみたいと思います。もうそろそろアジサイが色づいてきました。典型的なガクアジサイの形をしています。で飾り花もねあまりたくさんはついていませんので描きやすいかなと思います。で今日の紙ですがラングトンを 2F サイズに切っています。そして絵の具はホルベインですね。赤がクリムソンレーキとオペラ、そして黄色がレモンですね。で、緑がサップグリーン、青がセルリアンブルーとコバルトブルー、そして茶色のバンタンバー、以上7色で描いてみようと思います。でここにねパレットにも入れておきました。でどういう色で描いていくのかっていうのをねちょっとここへ作ってみようと思いますね。このピンク色っぽい紫色ですよね。これはオペラにセルリアンをね少し混ぜます。こんな感じの色ですね。もうオペラが強いとこんな感じ、セルリアンが強いとこんな感じっていうことになります。で続いてクリムソンをこれに足しますね。少し暗めの赤紫っていう感じになります。でさらにセルリアンを増やしますよ。でどんどん増やしていって青紫になります。さらにコバルトブルーをこれに足しますね。そうするとかなりね暗めの青紫っていう感じになってきますよ。で花の色はねだいたいこのくらいでいけるかなと思います。そして葉っぱの方の色ですね。サップグリーンですね。これをそのまんま使うとあまりにも鮮やかすぎるのでセルリアンを混ぜておきます。そしてバンタンバーを少し入れますね。青っぽい、緑です。でさらにコバルトブルーを入れます。そしてバンタンバーも増やします。だいたいこんな感じでグラデーションを作っていこうと思いますね。で全体的にひんやりした暗めの色で描くんですが落ち込んでしまう感じの色だといけないので黄色を少しあらかじめ差し込んでおこうと思います。全体的にはひんやりした冷たい色ばっかりで構成はするんですが一部にこういう黄色があることによって少しね明るい感じになります。下絵を描きますよ。今日は右上からの光にしておきます。花の配置としては分かりやすくね1本だけ描いてみますね。こんな風に描こうかなと思います。左下から斜め上に向かってこう出ますね。裏を見ていただくと分かるんですが枝分かれをしてそれに花の塊が点々とつくんですね。こういうところからどんどん枝分かれをしていてさらに枝分かれをしていきながらその先に花の塊がつくっていう状態です。飾り花がこう出ていますよね。これもこういう茎の一部から出て飾り花がつくっていう状態になっています。で葉っぱはね体勢ではありませんね。互い違いにこう出ていますのでだから葉っぱもある程度は描きますが花の描き方を分かりやすくねやっていこうと思います。この辺はね見えない部分ですので消しておきますね。絵の中心ここら辺りですのでメインとなる飾り花が欲しいわけです。で飾り花は4枚の花びらがつきますがいびつな感じでつきますね。で当然これはこちらからこう出て絵がちょっとこう見えたりしますよね。でここに一つ一つは非常にちっちゃいのがこう無数につくんですね。塊としてのまとまった感じはこういうふうに描いておいた方がいいかなと思いますね。こういう隙間がありますよね。隙間に枝分かれしている枝が見えるわけです。この枝が見えるということで非常に透け感も出るしガクアジサイの特徴がすごくね出るかなっていう気がしますね。じゃあちょっと丁寧にね下絵を描いてみますね。はい、下絵がね描けました。葉っ
ぱもね4枚つけていますね。細かい線描ですね。それぞれのちっちゃい花の絵がちらちらこう見えています。そういうのもね描いていただくともう非常に繊細な感じがしていいんじゃないかなと思いますね。ちょっと下塗りをする前にマスキング液でねある程度マスクしておこうかなと思います。ですね、ここの飾り花のこの中心の花ですね、ちょっとキラキラっとさしてもいいんじゃないかなっていう気がします。塊の中でも光に近い方ですよね。丸いお花のね一粒一粒がそれぞれちょんちょんとこう光っているとなかなか感じがいいんじゃないかなと思いますので、それと飾り花の絵を細くねたどっておきます。それと葉っぱの葉脈もね少しね白っぽく抜けるところがあればいいかなと思いますので、何本かちょっと試しにねやっておきますよ。はい、じゃあねこれ乾かして下塗りに入っていこうと思います。はい、マスキング液ね乾きました。それではね下塗りに入っていきたいと思います。まずねここのね黄色ですよね。黄色をあらかじめね右上あたりにねうっすらねなんとなく黄色を感じるわぐらいのことでいいと思いますので、飾り花の中にはまあ入らない方がいいのかなっていう気がします。普通の花の塊の中には入っても別に問題はないかなと思います。じゃあ続いてここの部分ですよね。赤紫です。オペラですね。セルリアンを混ぜて赤紫にします。これをねうっすらとね置いていきますよ。もうちょっと紫っぽくしますね。はい、場所によって少しずつね色味は変えていってください。でこれ下塗りですのできちんと鉛筆の線をたどるとかそういうことは必要がありません。飾り花はちょっと避けてね入れておきますね。ちょっと入ったって別に構わないんですけども一応避ける状態で入れました。続いてクリムソンを入れますよ。もうちょっとセロリアンも足しますね。さらにね冷たい感じの赤紫になります。この花の塊の比較的引っ込んだところに入れていきます。水筆でぼかしておきます。マスキングしてますので全部埋まってもプツプツ残りますから気にしなくても大丈夫かなっていう気がしますね。むしろちょっとこう潰し加減でねやっといた方がせっかくのマスキングが効きやすいかなと思います。はい、じゃあ周辺部をねこうやってきれいに始末をしておきますね。でこの黄色の中にもねそこはかとなくね最初のねオペラとセルリアンの色がねいくらか入っていくようにしてください。全く黄色だけがポツンとここにあるとわざとらしい感じになりますね。グラデーションさせておきますね。はい、しっかり取っておきます。特にこの周辺部にね線がつかないようにここですよね。ここなんかもう線がついていますのでね線がつかないようにグラデーションをさしておいて切るように取っておきます。でねちょっと明るくしたいなと思ったらそこをちょっとこういうふうに押さえとかれるとねいいかなと思いますね。はい、そして今度は葉っぱの方行きますね。きれいに塗るっていうことではなくってこの辺りのねこうちょっと青みを帯びたくすんだ緑色ですね。葉っぱのあるあたりの空間の色っていう感じでやってみますよ。サップグリーンです。セルリアンですね。バンタンバーです。セルリアンはちょっと多めにね青みを帯びた色の方がすっきり爽やかっていう感じがしますのでね。はい、そしてこれにねコバルトブルーを足しますね。もっとさらに青っぽくなりますね。それをこの続きに入れていきます。そう厳重なものではありませんのでねだいたいこんな感じぐらいでいいかなと思います。でしっかり伸ばします。はい、
これもねしっかり始末をしておきますね。全体的にね青色が入っていますのでひんやりした感じになるかなと思います。梅雨時の色味っていうことですね。はい、じゃあこれでね下塗りは終わりです。乾燥させて細かい作業に入っていこうと思います。乾きました。もうだいたいこれでね雰囲気はもう出ちゃってますので最小限のねことをやっていこうと思います。飾り花のね花びらを1枚ずつ塗っていくんですが、実際見てみるとね真ん中が白っぽくって周辺部が色が濃いんですね。だけど絵として塗る場合にこの通りに塗っちゃうとあまりよろしくないわけですね。色は真ん中に置きます。1枚ずつ塗りますね。オペラとセルリアンです。ちっちゃめのね水筆で周辺部に向かってグラデーションさせてください。自然に白地に移行するように始末をしておいてください。でこれちょっと中に周りからね侵入している色はね今あらかじめ取っておきますよ。全部取ってしまう必要はないんですけど一応ね取っておきます。で立て続けにここ行っちゃうとにじんでしまって一色たになりますので、一つ開けるっていうことですね。で色も少しね変えられるといいかなと思いますね。赤みを強くしたり青みを強くしたりっていうことでね、時にはクリムソンも入れてみたりっていうことで少しずつ変えていかれるといいかなと思いますね。例えばこれにねクリムソン入れてみますよ。そうすると、かなりね赤みの強い色になります。しっかり始末をしておきます。後でずっと入れておきますね。それと同時にここの中ですよね。同じような色味でいいと思いますね。こういう一塊の中の下の部分です。こういうところですね。もうちょっと赤いのでやってみましょうか。こういう感じです。この場合も上に向かってグラデーションをさせます。ポツポツをね作りたければここでねある程度は出すことができますのでご自分でここちょっとやってみましょうっていうところをやっていただくといいかなと思いますね。これも立て続けにやっちゃうと全部一緒になってしまうわけで隣が乾いてから次を塗るっていう手順になりますので、一気にはなかなか塗れませんのでねちゃんと始末をするっていうことです。じゃあちょっとやってみますね。花の方はねだいたい入れました。で今度ね葉っぱの方に行きますね。あまり緑も強調しない方がいいのでセルリアンとバンタアンバーっていうことでこれだけでもうね緑っぽくなりますのでこれだけでも結構ですしあるいはこれに少しねサップグリーンを入れてもうちょっと緑っぽくしてもいいかなって思います。例えばねこの葉っぱですねここの付け根にこの色を置きました。先端部分に向かってぼかします。重なってますよねこういうところがね。その重なってる下の部分ですね。そこは少しね色を入れておかないと重なってるってことがちょっとわからないっていうことになりますので重なってる部分をね入れておきますよ。色を少しずつ変えていってください。でこっちの方はねコバルトブルーとバンタンバーでちょっと暗めのね青っぽい色でこういかれるといかにも影ですねっていう感じになるかなと思いますのでねあまり厳重にきっちり塗らないっていうことが一番肝心かなと思いますね。こうやって重なってる分は一気にやっちゃうとにじんでしまいますので、少しずつね乾かしては描くっていうことになるかなと思いますね。そしてね今度茎に行きます。この葉っぱちょっと行く前に茎に先に行っておきますよ。場所によってねこういう緑だったりこういうふうに先の方はちょっと赤みを帯びてたりします。
バンタンバーとコバルトブルーを混ぜた暗めの緑、これですね。これでちょっとやってみますね。この辺りになるとこうやって枝分かれしていくわけですが、この中に少しねクリムソンを投入してください。花に近い部分の少し赤みを帯びた茎っていう感じが出るかなっていう気がしますね。でこうやって描くとちょっとね強すぎる場合が結構あります。ちょっと強いなと思ったら一旦描いておいてちょっと押さえるといいですよね。そうすると薄くなりますのでわざとらしくない感じにはなるかなと思いますね。細いのや太いのやいろいろあります。ちょっとねその辺は気をつけて差を出されるといいかなと思いますね。でこの葉っぱねそろそろ周り乾いてきましたのでセルリアンとバンタンバーをメインにした色で描いてみますね。はい、ある程度まで塗ったらそこからは水筆でぼかします。で先端の部分ですよね。ここはちょっとね効かした方がいいかなと思いますね。ここもね向こう側に見えている先端の部分です。虚子の部分もね全部たどっちゃうとやっぱりおかしいのでわずかにねたどるぐらいがいいかなと思います。じゃあこれで乾かしてマスキング液も取りますね。はい、まだね鉛筆の線は取っていません。でね鉛筆の線を取る前に線描しておきたいと思います。オペラとクリムソンで、比較的暗めの赤色作りますね。細くしておいて、こういうとこですよね。色でやっちゃってもいいんですけどちょっと重苦しくなるので線描で軽くねやっといた方がむしろ軽やかな感じになるかなっていう気がします。場所によっては線描、場所によってはちゃんと周りを塗ってっていうことで両方ねいかれるといいんじゃないかなと思います。またね後から取れる範囲で鉛筆の線をねきれいにすればいいかなと思いますね。はい、思いっきりね素早くいってください。ゆっくりゆっくりやらないでね。そしてここにね絵をちゃんと抜きましたのでこれはねサップグリーンとクリムソンを混ぜて場所によって緑だったり赤かったりっていうことで細くねせっかく抜いてるのに全部潰しちゃうと何にもならないので、細くねいきますね。はい、こんな感じです。それから飾り花の真ん中この丸い本当の花がちっちゃいのがついてますよね。これも白く抜いただけではちょっと何のことやらわからないので下を少し、赤色でね強調しておきます。はい、そしてねこのプツプツ抜きました。もうちょっとぼんやり抜く方がいい場所もあるわけですね。でそういう時はこの周りをわざとぼかしてつなげます。ぼんやりとね。はい、そして、ぼんやりするだけじゃなくってむしろくっきりさしたいなと思うところですよね。特にこう引っ込んだ暗めのところっていうことで青紫を作りますよ。この白く抜いたところの向こう側ですよね。暗くしておくとどこがね飛び出てどこが引っ込んでいるのかっていうのがしっかりこう分かるわけですよね。はい、そしてこれもね外に向かって少しぼかしておくといいかなと思います。葉っぱの方ですけど葉脈ちょっと抜いたんですけどこれでは太すぎるわけです。暗めの緑を作って細くして、これを半分ぐらい潰すぐらいのつもりでね
葉脈を描いていきます。丸々潰してしまうと何のために抜いたのか分かんなくなりますのでね。抜いていないところの葉脈もちょっと入れておかれるといいかなと思います。ここをねはっきりさせておきますね。重なってますよっていうのが分かりにくいので、ここをちょっとね重ねておきますね。ここもねちょっと葉脈を入れておきます。挙手もねちょっと線描をしておきます。はい、もうちょっとはっきりしたいなと思うところが、ここの辺がねちょっと色があまりにも分かれすぎている可能性が高いので、少しね共通の綺麗な、ね、赤紫色をこうやって周辺部にちょっと入れておきますね。あまり4枚がねバランバランっていうのもちょっと落ち着かない感じがするかなと思いますのでね。こうやってね本当の花がこう開いてこうプツプツおしべの小さいのが出てるんですね。でこれを手でいちいちプツプツ描くわけにいかないので、赤い少しこの辺の混ぜますのでちょっと鈍くはなるんですけど、基本的にはクリムソンの色ですね。スパッタリングで散らします。これがね明るい色だとスパッタリングで散らしても何のことかわからないで終わってしまうので、暗めの色でねスパッタリングをしておきます。本当の花のおしべがこう出てるんですよっていうことですね。あまり細かいことは今回はね気にしないで、基本的な描き方だけをやってみました。色もねピンク系の紫色だったんですけど、青いアジサイとかねもっと真っ赤なアジサイとかいろいろあるわけです。少しずつ変えながら描かれるといいんじゃないかなと思いますね。ここのねこれもちょっと書いときましょうか。ここが非常に特徴的ですのでね、一応完成っていうことでね一応ねサインを入れておきますね。はい、完成です。